こんにちは、メイです。残すところあと今回も含めあと2回ということで、今回は謎の湖と駐車場などいろいろ作っていきます。島完成まであと少し頑張れと思った方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。島クリエイトをしていない範囲を半分ずつ作っていくので、まあまあな範囲だと思っていますが、意外といつも通りの範囲でしたね。まずは温泉街の裏手側ですね。ここに円形を作るのと、余っている縦のスペースとその奥も作っていきます。マップだとこの範囲になります。いつもの範囲に毛が生えた形ですね。奥までまっすぐ道を伸ばしていきます。ここに駐車場を作るので、駐車場から降りた後、みんなで車道の真ん中を歩いていく感じの道ですね。今敷いているのは駐車場スペース。白線は雪で消えるので黄色です。ここだけ違うのは後でバイクを置くから。駐車場のマイデザインが敷きました。誰もいないので駐車場かどうかまだ誰もがわからない状況です。温泉街にみんな来ているよアピールで、誰の車かわからない車をたくさん置きます。住民の数にしては車の数が多いので観光客でしょうね。これでもう駐車場ですね。危険の潜む温泉街へようこそ。木を植えるために過去の私が頑張った崖を崩します。この道を越えた先に後で湖を出現させる予定です。ですがいろいろとトラブルのある島なので、この先危ない看板も抜かりなく立てておきます。ちょっと整備された雰囲気を出したいので、木の間に生垣を立て、それを囲うようにハロウィンな柵を。まだ木は育っていませんが、駐車場の8割が完成。斜めから見るとこんな感じ。よくありそうな感じです。ロープをくぐり抜けたやんちゃな足跡があるのでなかったことにします。みんな温泉に向かった風の足跡に直します。ついでに看板も見やすく手前に出してきました。毎回ありすぎ、もうしつこいくらいの木を見つめるだけの時間。最大まで育てたら森感がちょっと出てきましたね。この先道が険しくなるのですが、先に円形から作ります。次の舞台は温泉街から見える景色作り。天橋立風な景色を作ります。あくまでもモデルなので全然違います。草と木を逆 C カーブになるように植えていきます。いつも普通の湖を作っているので、今回は観光名所になりそうなものを作りたくて、湖の真ん中を分断する形のものを作ります。いつでも水浸しが好きな人間なので、湖を作るのに抗えないですね。C カーブの草の集合体ができました。これ以上増殖させないように透明のマイデザインを貼っていきます。どこに敷いたか忘れてしまったので、一旦透明から色をつけて確認。前の時のも残っていて汚い感じですが見やすくなりました。しっかりここがないと増殖が止められないので、四隅もしっかり透明に戻しておきます。いい感じに草が生えたのでバランス調整をした後、雑草部分以外を水浸しにしていきます。後で見返したらそんなに位置が変わってなくて草が生えました。湖は雑草の形に沿って掘り進めます。端もギリギリまで。横幅が30マス、縦が15マスくらいですね。このマス数を休みなく掘り進めると20分くらいでできます。編集されると20秒ですね。右側は湖の形が丸くなるように掘っていきます。駐車場側から見える湖の端はこんな感じ。温泉街からの湖の様子です。微調整していきます。崖の真下に生垣を立てると積もっている雪の実見えたりしていい感じになるのでお気に入り。温泉街の道を変えていきます。奥に積もっていた雪を手前に持ってくるだけの変化です。ビンタの家の裏も整備。この温泉街で一番下っ端なのでいろいろと荷物が多い設定です。滝側に柵を立てて廃材をビンタ宅の裏に。これで温泉街からの景色は完成です。湖で囲われているので雑草の増殖がなくなるのがいいですね。駐車場から見える湖の端処理をしていきます。まずは湖に沿って道を敷きます。
湖から一マス開けたり開けなかったり適当です。風太のテント裏にも道を。風太のテント周りは次回の動画で整備していきます。湖沿いの道ができました。ちょっといびつなのが気になりますね。目線が奥に抜けるようにするためにこの辺りにシンボルを置いていきます。シンボルは灯台です。海沿いなのであるあるですよね。奥行きが全然足りなかったので岩間もがっつり使っていきます。偶然ここに岩場があってよかったという思いです。湖の奥に目線が行くようになりましたね。ちょっと行ってみたくもなります。いびつすぎて不自然な道をもう少し修正。やはり適当に敷いた道は修正が不可避です。湖から一マス開けが正義ですね。自然になったのか怪しいところですが、さっきよりはマシです。崩れたトンネルを作ります。内部は洞窟も置きます。一筋縄では通さない、それがブラック無道です。危ないのでいろいろ重機などを置いていきます。何も必要ないところにおしゃれのためにトンネルを作って崩壊した設定です。安全設計はしない島方針です。崩れたトンネルの完成。ジャックと豆だけを置きます。トンネルまで湖に落っこちないように柵を立てます。ここまで安全ですね。崩壊したトンネルの裏に侵食する木たちを植えていきます。本日3度目の成長を見つめる時間でした。道の奥を整備していきます。街灯の場所をチェンジ。この辺りがスッカスカだったので植物で隙間を埋め、植えられないところはハリボテの草です。これで湖の橋処理は完了です。崩れたトンネルがお気に入りです。住民の反対を押し切った島民代表の末路って感じですね。一応奥のベンチに山を抜ければ行けます。円形崩れたトンネル、駐車場はいかがだったでしょうか。最後まで島クリエイト応援している方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。